皆さんこんにちは、クオンです。今回から魔法少女リー・インマの試練場をやっていきます。コントローラーが使えないみたいなんで、キーボードとマウスでやっていきます。この世界には人々から魔女と呼ばれる、恐れられているダークな魔法使いたちがいた。魔界に住む魔女たちと契約を交わし、闇の魔法を行使する彼女らは世界に大きな災いと混沌をもたらし、人々は魔女に支配されることとなった。魔女の支配に抗う者も数多くいたが、強大な闇の力の前にはかなわず、多くの者が命を落とした。人々は希望を失い、絶望の奈落に突き落とされた。そんな中、年20にも満たない一部の若き魔女たちが正義に目覚め立ち上がった。彼女らは魔女でありながら魔女としての力を人々を救うために行使したのだ。そんな裏若き彼女らを人々は魔法少女と呼んだ。聖職者のように神に仕える者たちの多くは本質が魔女と同等である彼女らを何しんでいぶかしんでいたものの、それ以外の多くの者たちは魔法少女たちの活躍に胸を躍らせた。そんな魔法少女の登場は魔女にとって大きな脅威となった。自分たちと同じ力を持つ者が自分たちに歯向かうなど、これまで予想だにしていなかったのだ。若き魔法少女たちは誤算の魔女たちを次々と打ち倒し、このまま世界に平和が訪れると誰もが信じて疑わなかった。しかしここで一人の魔女が状況を大きく覆した。伝説の魔女アリスである。アリスは魔女の中でも最古参にあたり、数百年の時を生きていると言われていた。アリスは魔法少女の躍進を阻止するため、魔界からインマと呼ばれる人の生気を糧とする邪悪な魔物を召喚し、世界中に解き放った。多くの魔法少女がアリスの刺激するインマに侵され、そして殺された。しかし魔法少女たちもアリスの猛攻に必死で抗い、ついにはアリスの討伐に成功した。こうして多くの魔法少女が犠牲となったアリスとの戦いに終止符が打たれ、ついに世界に平和が訪れた。それから100年の月日が流れ、世界を救った魔法少女たちはこの世を去り、彼女らの秘術は後継者により幾代にもわたり代々受け継がれていくようになった。そんな中、バナヘイム島と呼ばれる小さな島に一つの噂が流れるようになる。この島のダンジョンには魔女アリスの遺産が眠っているらしい。多くの冒険者たちがその噂を聞きつけ、ダンジョンへと足を運んだ。しかしダンジョンの内部にはアリスが100年前に魔界から召喚したインマたちが未だにはびこっており、多くの冒険者たちがダンジョンで命を落とした。そして遺産の正体を突き止める者が現れないまま幾年の月日が流れた。長い。リーお姉ちゃん。何エクリア、もうすぐ島に着くみたいだよ。そう、いよいよね。リーお姉ちゃん、緊張してるの？ちょっとね。お師匠様抜きで単独での冒険は初めてだから、うまくやれるかどうか。まさかお師匠様からいきなりバナヘイム島に一人で行ってこいなんて言われるとは思わなかったわよ。リーお姉ちゃんなら大丈夫だよ。お姉ちゃんのお師匠さんはすごく有名な魔法少女さんで、そんな人のもとで修行して一人前だって認めてもらえたんだから。だ
といいけど。ってまだ島にもついてないのに不安になってちゃいけないわね。エクリアの期待にはなるべく応えられるように頑張るわ。期待してるよ。あの島のダンジョンはもう普通の冒険者じゃどうすることもできないから、リーお姉ちゃんのような魔法少女さんの力がどうしても必要なの。私がバナヘイムへと足を運ぶことになったのは今から数日前。私とお師匠様のもとへとやってきたエクリアがきっかけだった。あれは確かお師匠様から一人前の魔法少女として認められて免許開伝をいただいてから1週間ぐらい経った日のことだったかな。免許開伝というと聞こえはいいけど、私はまだ基本的な魔法ぐらいしか習ってないのに、お師匠様はあとは実践で覚えなさいって言ってて、私をどこか冒険へと向かわせたくてうずうずしてたみたい。確かこのお家だよね。ごめんください。リーネの師匠。あら、誰かお客さんかしら。そうみたいですね。師匠は声入ってねえんだ。リー、ちょっと出てきてちょうだい。はい、お師匠様。はーい、どなた？こんにちは。こちら魔法少女さんのお家ですか？そうよ。実は魔法少女さんのお力を借りたくて伺いました。わかったわ。それじゃあ詳しい話は中でお師匠様も交えて聞かせてもらうわね。あら、随分と可愛いお客さんね。それで魔法少女の力を借りたいということは、何か魔女の以外で困ってるのかしら。実は私バナヘイム島から来ました。なるほど。ということはダンジョンの件でここに来たということかしら。はい、そうなんです。バナヘイム島の噂なら私も聞いたことがあります。ダンジョンの最深部にたどり着けた冒険者は未だかつて一人もいないとか。あのダンジョンが発見されてもう5年ぐらいになるかしらね。一時期は世界中から冒険者がバナヘイムに押し寄せたそうだけど、未だに遺産を見つけるどころかダンジョンの全貌すら不明なままのようね。さすがは伝説の魔女が残したでいいんか。残したダンジョンといったところかしら。島にやってくる冒険者も少なくなってきて、最近はインマがダンジョンの外に時々出てきたりするようにまでなってしまって。それで私たちにそのインマを何とかしてほしいと、そういうことね。お願いです。ダンジョンのインマを全部やっつけるのは無理だとしても、せめてインマたちがダンジョンの外に出てこないようにしてほしいんです。そうね、ちょうどリーも一人前になったことだし、そろそろ冒険の旅に出してもいい頃合いかしら。そうですよ。お師匠様の手にかかればインマなんてイチコロですよ。そうね。それじゃあリー、あなた一人でちょっとバナヘイムまで行ってダンジョンの様子を見てきなさい。私一人でですか？あなたはもう一人前の魔法少女なのよ。私がいなくても十分務めは果たせるはずだわ。そんなわけだからエクリアちゃん、安心なさい。このお姉さんが何とかしてくれるから。本当ですか？ありがとうございます。ついでに魔女アリスの遺産についても探れそうなら探ってきてちょうだい。もし噂が本当なら魔女の遺産なんていう危険なものを野放しにしてはおけないわ。ちょっとそんな急に言われても心の準備が。あら大丈夫よ。いざとなったら骨ぐらいは拾ってあげるから。できれば骨になる前に助けてほしいです。大丈夫。あなたならできるわ。自信を持ちなさい。すでに現役を引退した私が人前に出るよりも、これからはあなたが魔法少女として活躍していくべきよ。確かにお師匠様ぐらいの年齢だとそろそろ魔法少女を名乗って人前に出るのはきついかもですけど、でも大丈夫です。年齢なんてただの飾りです。偉い人にはそれがわからんのです。うわ、大きな炭鉱
まったくこの子は人が一番気にしてることを遠慮もなしにズケズケと。冗談じゃないですか。何も本気でげんこつしなくても。それじゃあすぐに支度を整えてエクリアちゃんと一緒にバナハイム島へ向かいなさい。わかったわね。はーい、わかりました。あの一件でお師匠様に年齢の話はタブーだと痛感したわよ。そういえばエクリアはよく島と大陸を行き来しているの？そうだよ。私ね、島で雑貨屋さんをしているの。それで商品の仕入れのために船に乗っていろんなところによく出かけているのよ。へえ、そうだったの。ちっこいのに偉いわね。ありがとう。島が見えてきた。見て、リーお姉ちゃん。あれがバナヘイム島だよ。あれがバナヘイム島。あんな平和そうな島にアリスの遺産が眠るダンジョンがあるなんて想像もつかないわね。到着。ここがバナヘイム島だよ、リーお姉ちゃん。へえ、小さな島だけど港は結構栄えてるのね。この島はダンジョン目当ての冒険者だけじゃなくて交易商や船乗りの中継地点としても使われているから、島に住んでいる人は少なくても外から来る人はとても多いのよ。なるほど。言われてみれば確かに商人や船乗りの姿が目立つわね。それじゃあ私はお店に戻るね。冒険に行く前には私のお店エクリア雑貨店で準備していってね。それとこの先の通りを行ったところに首羽うさぎ亭っていう宿屋があるんだけど、そこのモニカちゃんっていう人にリーお姉ちゃんのことは話してあるから行ってみて。あら、宿屋の手配もしてくれていたのね。ありがとう。どういたしまして。それじゃあまたね、リーお姉ちゃん。エクリアが言ってた宿屋って確かこの辺りよね。ここね。それにしても首羽うさぎ亭ってすごい名前ね。ごめんくださいらっしゃいませ。首羽うさぎ亭へようこそ。お食事ですか？ご宿泊ですか？あなたがモニカかしら？エクリアっていう子の紹介で来たんだけど。はい、そうです。私がモニカです。エクリアちゃんのご紹介ですね。お話は伺ってますよ、リーヌさん。お待ちしておりました。リーと呼んでくれて構わないわ。それで部屋は空いているかしら？はい、空いております。ロイヤルスイートから馬小屋までお部屋は全種ご用意できますよ。馬小屋？ベテランの冒険者さんはよく好んで利用されていますよ。リーさんもいかがですか？ふかふかの干し草をご用意させていただきますよ。いや、私は遠慮しておくわ。そうですか？残念です。それじゃあリーさん、普通のお部屋でよろしいですか？そうね、お願いするわ。かしこまりました。それではこちらへどうぞ。いい部屋ね。そうですか？ありがとうございます。でも馬小屋に部屋を変えたくなったらいつでも言ってくださいね。ここの宿屋は随分と馬小屋推しなのね。冒険者さんはすぐに馬小屋に泊まりたがる方が多いので、リーさんも冒険者さんなんですよね。冒険者とはちょっと違うわね。私は魔法少女なの。そうなんですか。魔法少女さんでしたら閻魔退治の専門家ですものね。心強いです。それでダンジョンの場所を教えてほしいんだけど、地図で言うとどの辺りになるのかしら？この地図のですね、ここが宿屋で、それでダンジョンがここにあります。なるほど。ここから北東に行ったあたりね。距離もそこまで遠くはなさそうだし、ちょっと今から様子を見てこようかしら。あまりご無理はなさらないでくださいね。初日からダンジョンに行ったきり帰ってこなくなった人も少なくないので。大丈夫。入り口のあたりをちょっと見て回ってすぐに帰ってくるだけだから。それじゃあ行ってくるわね。はい、お気をつけて。
このゲームについて、このゲームは魔法少女リーネが伝説の魔女アリスの遺産を求めてダンジョンを探索する 3D ダンジョン RPG です。ダンジョンに出現する敵を倒すことでアイテムや経験値を獲得し、リーネを強化していきながらダンジョンの最深部を目指します。街でできること。街の中ではアイテムの購入や売却をはじめ、宿屋に泊まることで HP と MP を回復したり、保管箱でアイテムの出し入れを行うと、ダンジョンの探索の準備のために必要な様々な行動を選択することができます。宿屋で HP と MP 回復。はい、あと保管箱か。で、エクリア雑貨店でアイテムを買えるってこと。街の中でできること。中央広場。街を行き交う冒険者や住人から様々な情報を聞くことができます。ダンジョンの入り口。ダンジョンへと移動することができます。よし、じゃあ、今回はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。じゃあまた。